結果的にまた倍にできたの、給料。だから最後の最後はもうなんかもうバーンアウト状態ね。もう僕はもうボロボロ泣き始めてて、やっぱり MBB の求めてる水準とビッグ4が求めてる水準ってやっぱり全然違ってて、なんか KPI とかもなんか 500% 到達して、もう本当に自分が自分に与えてるストレスしかなくなる。ちょっと不安はあった。キャリア落ちていくんじゃないかなみたいな。基本はもうなんか6時で、もう今日は終わり、バンって。まあ理想はまあ5時ね。結果出せばいいから。今日はですね、スペシャルゲストの元ベイン東京のフェリックスさんと一緒にMBB からビッグ4に転職した人のリアルを聞きたいと思います。今はビッグ4のデロイトでヒューマンキャピタルコンサルをやりながら、岡山県の山小屋からフルリモートで働いているという超信じられないキャリアの持ち主です。ありがとうございます。よろしくお願いします。で、いつベイン辞めたんだっけ？ 2023年。まあ3年間ベイン東京で働いて、そこからベインのアムステルダムオフィスなのでオランダに行って、そこで5年間過ごしてから、その2023年にベインを辞めたって感じ。でもベイン人生は8年間っていう。まあ、多分平均よりは長いんじゃないかなって。長いね。じゃあ今もうベインからビッグ4行って、逆にビッグ4がいいって思ったところはどういうところがある？いろいろある。プライド捨てて現実的に違いはありますと。一つはもちろん給料。まあ別になんか日本物価安いし少なくてもいいかなと思って、自分のやりたいことができるんだったら、ね、給料は半分でも自分の好きなライフスタイルとか全部できるんだったらそれでいいやと思ってたの。実際に何が起きたかというと、給料半分ですと。最初はベイン並みに働くわけよ。労働時間もちょっと長めで。でも早く気づくのが、いやそんなの誰も求めてないですと。だから誰もそんな長く働けってあんまり求めてないし、自分もやってて気づくのが、特にその問題解決力系、まあスライド作りもそうだけど、なんかいろいろストラクチャー作るのも、MBB の求めてる水準とビッグ4が求めてる水準ってやっぱり全然違ってて、なんか自分の中でこれがグッドクオリティっていうのは MBB だったらここなんだけど、早く気づいたのが、いやなんかビッグ4だとここら辺ですと。だから労働時間も半分減らせたとか、多分半分以上減らせた。そのビッグ4で僕がやり始めたのは、そもそも最初 EY に行った時は週4日制度って本当にあって、だから 80% っていうのもあったから、まあ半分になったのかな。半分ちょっと。そういうこと。じゃあその週5日だったらもうちょっと。そう、3、40% とか30% ぐらいなんじゃない？わかんないけど。でも、そうだったですと。労働時間も半分ですと。だから、時給換算的には、まあ、同じ、もしくはちょっと上がってるっていうのを、っていうに気づいて、でもこれってなんかいろいろ、その MBB の時も、初めの時って、それってあるじゃん。なんか、時給で考えると、何ももらってないとか、なんかめっちゃ確かに。マックの店員と同じぐらい。最低賃金みたいな感じだね。そうだからなんかそれに早く気づいたから、自分の中でまあこれもあり方だな。その給料が一つでね。二つ目がまあそのスキル。周りの人の求めるところが違うからこそ、でもやっぱり成長スピード、それが三つ目かな。ベインとかだとパフォーマンスレビューが半年に1回ですと。だから半年に1回にもう本当にすごい人はなんかアソシエイトコンサルからシニアアソシエイトコンサル半年で、そこから半年か1年でコンサルになった人っているじゃん。ビッグ4だとどんだけ頑張っても無理。それはなんかもうストラクチャー的にできてない。パフォーマンスレビューは半年に1回じゃなくて1年に1回だし、そうなんだ。ミッドイヤーレビューみたいなのはあるけど、なんか感覚的には誰かをそんな早く上げる。 MBB でこのステップは1年とか2年だったら余裕に 2,3 倍だから、 EY に行った時にストラクチャーの話ってこと？ストラクチャーもそうだけど、みんなのエクスペクテーションもそう。僕のチームにもいたけど UI でめっちゃ優秀、この人マネージャーだけどほぼディレクターぐらいの動きしてるんじゃないかみたいな人がいて、いつプロモーションなのかって聞くと、いやまだ全然話にも分かってない、まだ1年先とかだかなみたいな。なんでだって自分すごいレベニューとかも取ってきてるしっていうと、いやでもなんかね、そういうもんだからとか、逆パターンもあったね。なんか全然スキルはあんまりそんなに成長しなくても、もう 2,3 年この人このレベルだからそろそろ上げるかとか、年功序列的なね。そうとにめっちゃびっくりした。聞いたことないっすわ。コンサルただひたすら待てば昇格されるっていう。まあさすがになんか全然やってないっていう人ではないけど、なんかちょっとギリギリだったらとりあえずみたいな。もうそうだよ。ベインで7年以上働いたわけじゃん。ビッグ4に行って感じた仕事の体感のストレスっていうのはやっぱり結構変わる。だからもう本当に自分が自分に与えてるストレスしかなくなる。なんか前はマネージャーがこれやれこれやれこれやれっていう、なんかマネージャーのストレスをコンサルが感じるときがある。とかパートナーのストレスをね、なんか本当になんか上からちょこちょこ言われるわけでしょ。ベインだとコンサルマネージャーの間だったわけじゃん。EY に入って1個レベル上げられるのね。MBB ってコンサルだったらそれはビッグ4でマネージャーみたいな。それは仕事の内容が違うからそれが可能なの？なんでそうなの？
でもやっぱりそのエクスペクテーションじゃない、やっぱりそういったスキルとか、そこまで求められないわけじゃん。だってそんなお給料も払ってないわけだから、だから労働時間っていう意味でも、クオリティでも、なんか MBB ほどのものを求める自体不自然。そんなの無理。だからそれがまあ EY でデロイトに移ったきっかけにもなったんだけど、そう、なんか年功序列的な考え。まあそれがチーム特別だったかもしれないけど、ぶつかって、なんで僕こんなにちゃんと成果出してるのに、なんか KPI とかもなんか 500% 到達してます。もうオーバーチーマー、すごいね。ボーナスにちょっと反映されるぐらいで、なんで僕をなんかこのタイミングでシニアマネージャーにしないのとか。だからその文化にぶつかって、これなんかおかしいって思ったから、その EY からデロイトに移った時に、まあまた週5日にしたのね。でもなんかいろいろ結構フレキシブルにやらせてくれるから、まあ週5日でもいいかなと思ったら、で、なんかそのシニアマネージャーのプロモーションももらえたし、そのいろいろネゴシエーションしたら、なんかケーパビリティに合ったシニアマネージャーっていういろいろもらえたし、まあ週5日に戻ったっていうのもあるんだけど、給料をまた倍にできたと。だから、すごい。そう、だからベインから半分になってまた倍になったから、給料は同じなんだけど、でも、その労働時間っていう意味では、キープ EY の時からキープだから時給を、まあ、結果的に2倍にできたっていうのは結構自分は嬉しいかなってすげえな。時給2倍はでも普通に熱いよね。そうまあ、自分の中ではやっぱり自分のやりたいことをやり続けることの結果なのかなっていうふうには本当に思ってて、いつも視聴ありがとうございます。みんなが見てくれてることがマジで俺らがこれを続けてる源泉になってます。みんなの期待をちょっとでも超えていける動画をこれからも出していきますので、もっとこういう動画を見たいなと思ってくれてる人は登録を今のうちにしてくれるとめっちゃ喜びます。お願いします。お願いします。8年、まあほぼ8年ぐらいベイン生活しながら、なんでいつ辞めたいと思ったの？Every day 嘘みんなに入ったかって話すじゃない、同期同士で、っていうのがなろうと思ってる人誰みたいな十何人かの間で多分僕だけだったの。あ、マジで？僕普通にベインパートナー目指してたんだ逆に。そうベインパートナーになろうと思って、はすごいウキウキイケイケで、1年間の間に1年 MBA 行ってるんだけど、インステアドね。で、その時に何をやりたいのかっていうのを振り返って、やりたいことって今ベインでできることと違うよねって思ったのが、まあ2021年、2022年ぐらいやめたって感じ。何かって言ったら、方とか、まあ今やってるのがそのコンサル、打ち明けてなんか先心理みたいな、エグゼクティブコーチングみたいなところで今やってるから、なんかそういったものをやりたくて、パートナーとクライアントね、CEO とかが対話してる中で来てるかって言ったら結構コーチングに近いことが起きてるのかなって思ってて、実際に問題が何なのかっていうのを特定したり、その場で全部問題解決っていうよりは、とかなんか分析とかも一切しない会話の中で。でもそういったそのリレーションシップマネジメントとか、そのコミュニケーションとかっていうのが、自分はやりたいことなんだなって常に思ってて、だから常に時からパートナーにと、なんかすごい無理して、なんかいろいろ頑張ってやりたくないことをやって、そのやりたいことを目指すっていうのは、なんかもう無理と思って、だから2023年にベインを一度辞めてます。自分の中ではベインを辞めた時に仕事をキャリアチェンジっていう考えだけではなくて、どちらかというと人生全部ひっくるめて自分の歩みたい方向に進もうと思ってたっていうのがあって、自分はまあ振り返りとか、なんか自分の自己理解っていうのがそれまで全然なくて、本当に人の期待に応えるとか、そういった形で、まあ、いわゆるなんか英語で言うプリーザーね。なんか誰かに求められてるから、なんか誰かが好きやなんか喜んでくれると思っていろいろやってたんだけど、その人生にもうちょっと、もう体がもう耐えきれなくて、もうこれはもう無理みたいな感じで、I have to get out of here どっか行かないとって思って、なんか一番あるあるだけど、なんかその MBB で1年休みたかったらとりあえず、MBA やってみるとかあるじゃない。そうだから MBA 1年休んで、ね、自分のやりたいこととか本当に見つけようとかって思ったと。体の限界が来たってのはどうなの？何が来たの？なんかMBA から帰ってきた後にもっと気づいたんだけど、やば、何これ、全然やりたいことと違うじゃんって思って、なんか自分の体の合図とかにあんまり耳を傾けてなかったって。パソコンにいますと。で、仕事、これがやらないといけない仕事です。
、もう本当になんか動けない。で、なんか生理的に無理みたいな。もう生理的に無理。そうそうそう。とか、合わせながらしかもう仕事ができなくなってたっていうのがあって、最後の最後はもうなんかもうバーンアウト状態ね。本当になんかパソコンの前でやりたいことも分かってるのね。とかやらないといけない仕事は分かっているんだけど、なんかもうぼーっとしちゃって、で、気づいたら妻が横に立ってて、僕のなんかホームオフィスのデスクだったんだけど、で、横にいて、で、なんか、もう僕はもうボロボロ泣き始めてて、で、彼女が、やりたくなかったらやらなくていいんだよって言ってくれて、もう号泣、そこで。で、なんか崩れちゃって、それは結構きつかった。いやコンサルやってるとよく表ではよく言わないんだけど、泣きたくなる状況って、特に、最初で何をすれば分かんないときパニックして泣きたいっていう瞬間と、あとでバーンアウトで泣きたいっていう瞬間が両方あるよね。そのバーンアウトも、いや本当に幸いだと思うんだけど、僕の中では今振り返ったらバーンアウトは体がもう出ないというか、もっと自分に素直になろうよ、君はこれをやりたくないじゃんみたいなっていう合図だったなって思って、そこからこれ日本はよくわからないけど、オランダって結構そういったメンタルヘルスのなんか国の制度とかも結構整ってるから、普通にシックリーブ、みたいなのもあって、だからそこから休んで、とかみんなにも休みなよとかって言われたから、じゃあ一回休みますって言って、どのぐらい休んだんだろう。とりあえずなんか数週間数ヶ月一回会って一切仕事してないで休んでたと。で、その間、給料はもらえるのね。オランダのその政府のレギュレーション的に。だからそれはすごい、自分としては、なんていうの、セーフティーネットみたいな形であったんだけど、そこの期間とかは、とにかくなんか、最初の方はもう、切るのがちょっと難しいとか、そういったところから始まったけど、結構早く、なんていうの、立ち直れたっていうか、なんか、やりたいことをやり始めて、その時は辛かったけど、なんかそれがあったから、なんか方向転換できたっていうのはあるかな。なるほどね。そっからでもさ、方向転換してさ、ベインの戦略コンサルでもボロボロちょっと泣き始めましたってなって、そこからじゃあ違うコンサル行こうってなったの。どういう思考回路なのそれ。本当だよね。いやだから僕も当時はいやもうコンサルうんざりだって思ってたの。だってわかんないじゃん、なんか。MBB とかにいると、これがコンサルの世界です。これしかありません。ね、なんか知ってる世界も、僕は8年間そこにいたわけじゃん。だから他になんか、どういうコンサルがあるのかとか、どういう業界どうなってるのかっていうのはあんまり分からないし、MBA やって、なんかいろんなちょっと色があるっていうのは分かったけど、でも正直、コンサルはもういいって思ってました。で、2023年の決断っていうのが仕事だけじゃないっていう話で、なんかバーンアウトから回復して、いや本当になんか自分たちで何をやりたいんだろうっていうのを妻と2人でいろんな話をしてて、いや本当はなんかいつも旅行行ってるなんか自然の中に住めたらいいよねとか、山好きだよねとかって言って、岡山北部蒜山高原っていう場所で、庭師っていう場所なんだけどでなんかここの本当に今住んでる家がそこのネットに落ちてて、でこれじゃんって思って。それってさ、今どういう生活なのじゃあ。ここそう仕事含めて。住んでるのが、見ての通りなんかログハウスで山のふもとにあって、横に登山道があって、雪で反射して光が当たってるんだけど、豪雪地帯って言われてると。なので冬はめっちゃ雪降るの。仕事は、こんな感じ、本当に、ほぼ毎日リモートで、それこそベインの元同僚の人がエグゼクティブリクルーターとかリクルーティングの人で、その人に相談して、日本ってなんかリモートで働ける仕事ってあるって聞いたら、なんかビッグ4だと全然リモートできるよ。一番なんかフレキシビリティっていう意味では、ビッグ4の方がいいと思うよって言われて、で、実際にそうで、なんかそういったコーポレートの方が、なんか週2、3回は東京に来てくださいみたいな。いや、ここに住みなかったら無理だな、みたいな。思って、岡山から週2、3東京無理だね。そう、無理で。なんか M&A チームとか絶対ないんじゃない無理だね。そう。いや、ディールだから来いや、みたいな。なると思うよ。それはビッグ4では、ビッグ4だからっていうよりは、もうビッグ4の中の、組織人事っていうチームだからっていうのもあるかもしれない。そう、practice what you preach 的なことってことだよね。そう。なるほどね。いや、なんか誰かがさ、俺にフルリモコロナじゃない時代でフルリモートで、
でコンサルの給料もらいながら岡山から山から仕事できるって言われたらはって思うと思うんだよね。なんか too good to be true って感じない。いや、本当に。いや、素直になんか自分は何をやりたいとか、どういうふうに住みたいとか、どういう仕事をやりたいっていうのを、なんかいろんな人に言い始めたら、everything came true。なんか全部本当に。それこそベインからじゃあ UI に移った時だけど、まあそのエゴの話、そういうのはちょっとあったかな。それはその固定観念的にその MBB からまあ言ったらあれだけどそのティアを落としてビッグ4に行くことに対してってこと。そうそう、誰もやってなかったからね。なんか本当に見たの当時、言われたわけじゃん。リクルーターの友達から、なんか、ね、ビッグ4だったらこういうロールあるよって言われたときに、ちょっとなんか、いや、わかる、でもわかる。で、実際に、そうそう。で、なんか実際に卒業生とか見れるわけじゃん。結構なんか、ベインはそれが整ってるのかもしれないけど、まあ、きっと、マッキンゼーとか BCG も結構そのアルムナイネットワークみたいなのがあって、で、そういう人たちがどこ行ったとかあって、なんかデータベース持ってるし、結構見れるんで、で、だからリンク10でも見えるからね。で、見たときに、いや、誰も行ってないなと思って、なんか結局みんな、なんか、ビッグ4行く人いなと思ってみんなインダストリーかそのまま戦略コンサルだからなと思って、なんか自分としてキャリア何やってるんだろうとかっていうちょっと不安はこのままなんかキャリア落ちていくんじゃないかなみたいな。結構葛藤があって、でも具体的にどういう思考回路を得てなんか、This is actually good、これがいいんだっていう風な今のこのハッピーポジションまでたどり着いたの。結構大きく2つ軸があったんでね。その1つは自分の好きな場所に住みたい、その自由度みたいなのが必要。なんか自然に住みたいみたいなね。リモートで働きたいとか、そういうのがありましたと。で、もう1つが組織人事のトピックだけやっていたい。それが一番結構強かった。ベインで働いてて、コンサルマネージャー、多分シニアマネージャー以上でも結構、なんかどのインダストリーとかどのトピックでもやっちゃえよ。投げられるっていう。で、それを対処できるのが、それも本当に嫌で、それが。いや、僕はもうこれ組織人事だけやりたいですと。バーンアウトしたものも、なんか、サプライチェーンオプティマイゼーションプロジェクトみたいな。何これって。本当に自分関係なと思って。だからこういう大きな二軸があったときに、ビッグ4で、じゃあこのフレキシビリティもらえますと。で、組織人事のトピックもできますと。まあ、これが一番大事なんだから、やるしかないって思って、他のそのプライドとかエゴとかは、まあ、ある意味モラトリアム人材ステータスから早めに卒業したからこそベインのそのジェネラリストモデルがもう合わなくなっちゃったかもしれないね。いやでも本当にそうだよ。理由でなんか頭いいから医者になる人パターン。じゃあやっぱやめてめちゃくちゃ良かったって思ってるの今。ベインをまあ mixed feelings。なんか特にまだなんかこのジャーニーをたどって良かったとは絶対思う。ただベインが嫌いだからっていう形で辞めたわけじゃないから。今さ、もう岡山の山奥に住み、それって実際にそのデイトゥデイでいくとどういうライフなの？ 7 時半とかに起きて、犬たちをとりあえず家から出しますと。もう本当にドアを開けて、犬たちがバーって外に走り出て、なんでリードとかも何もしないのね。だって誰もいないから。なんか車もいないし、バーってみんな出て、外散歩しますと。なんか朝ごはんとか、結構ゆっくり、なんか本当にスローライフ。一番最初に起きた時にやるのはメディテーションなんだけど、なんかメディテーションから入って、犬たち散歩、戻ってきて朝ごはん、巻き、それやってると、まあ1時間ぐらい経ちますと。メールチェックして、で、コールがあれば、もう本当に今ここにいるのが自分のオフィスなんだけど、セットアップして、入って、なんかもうやり始めますと。自分のグループに入って、働いて、金曜日とかも本当に特に全部ブロックしてて、誰も、特にインターナルミーティングは、フェリックスはもうフライデーインターナルミーティングスノーっていうのはみんなに伝えてて、本当にやりたいミーティングだけやって、自分がセットアップしたりもして、もう理想は毎日基本はもうなんか6時で、もう今日は終わり、バンって。まあ理想は5時ね。本当は理想は5時。ちょうど5時ぐらいに、犬の最後の散歩、1日の最後の散歩があるから、できたらそこで終わり。はい、そんなのが1日かな。それが本当に。ベインの給料もらえるんだ。そう、もらえる。結果出せばいいから。本当になんか全部自分がやりたいものだけに絞って、そこにフォーカスして、それがちゃんと結果につながってるっていうふうに考えるから、そう、だから無理をしない。とにかく無理はしない。俺も学校に行けばよかったんだな。
いや、トニーとリョウは、ね、自分たちがやりたいことをやってるから、それはそれですごいいいと思う。まあ確かに。確かにね、そうそれが今楽しい、YouTube やってるから。いやこれめちゃくちゃ楽しいよ。途中でブレイクダウンとかもあったけど、ベインに入って続けたことにリグレットはない。ないない。うんない。だってすごいいろんな機会与えてくれるからね。まあこれは、ね、リョウとかトニーの別の、ね、エピソードとかもいろいろ話してるけど、やっぱりその MBB は、そのオポチュニティはすごい与えてくれる。結果的にだって、その MBB ってなかったら今の仕事には絶対つけてない。絶対まではいかないかもしれないけど、MBB の、コンサル力みたいなのをその育ってたから、それを評価されて、やっぱりそのビッグ4に移ることもできるし、そういうのはもう本当にありがたい。あと MBA もね、スポンサーしてくれたおかげで、それやってなかったらコーチングで出会えてないから、本当にその、今では自分がコーチとして自分の自営業としてやってる仕事のなんかもう転職みたいな、自分にとっては結構転職に近いの仕事、その組織人材の仕事の中でもコーチングは特にすごい自分の好きなものだから、それに出会えてない、自分が受けてないっていう分かれ道があったとして、やっぱり今ここにいてそれを実感できたこと、それは本当にベイのおかげでもあるからありがたいと思うね。そういえばフェリックス個人コーチングビジネスとポッドキャストもやってるんだよね。はい、やってます。一つ目のそのコーチングは、本当に自分もコーチングを受けたってことで、ポジティブに人生を変えられたから、人にも与えている。で、特にそのグローバルで活躍している、そういった人たちに対してのコーチングをやっているので、二つ目は、ポッドキャストで人生について考える、いろんなトピックについて語り合うのほほんとしたポッドキャストがあるので、それもぜひ聞いてください。はい、リンクは概要の方に貼ってあるので、皆さんぜひ見てください。今日はベインからビッグ4に移って、今岡山のログハウスでフルリモートでハッピーライフを送っているフェリックスのインタビューをしていきました。前にですね、ベインから家業の電気工事の会社を継いだ太一のエピソードもあるので、こちらも興味ある人はぜひ見てみてください。また、興味ある人は今後もオフレコトークしていくので、いいねと登録もお願いします。それではまた。バイバイ。